ハイベスティー、ハナだよ。今回は一人で台湾に行ってきたよ。美味しいご飯、屋台、可愛いお洋服も全部楽しんだからみんなにいっぱいシェアするね。楽しんでね。ということで現在私は香港の空港にいます。ハンナちゃんなんで香港にいるのっていう声があるかと思うんですけれども、私は現在アジア3都市旅ってことで上海にお仕事で一人で行ってから1週間ほど滞在して、その後香港に4日間いて今台湾に行こうとしてるっていう状況。他の Vlog も合わせてみたら面白いからよかったら見てみて。で今は香港の朝ごはんを食べてる状況なの。このトーストは練乳がかかってて美味しかった。てか香港めっちゃ練乳使うよね。日本であんまり使わない気がするの。もう台湾 Vlog なのに初っ端から香港の朝ごはんを紹介していてどういうことっていう感じだと思うけど、これからはめっちゃいろいろ続くから待ってて続けてみて。私は台湾にはエバー空港っていうもので行ったんだけど、エバー空港のご飯が美味しいで有名だったらしいの。私それ知らないで乗ったんだけどめっちゃ美味しかったから食べて美味しい。だけどここについてた麦茶が甘かったのがびっくりしたはい、着きましたということで夜です。もうなんかいつも夜なんだよね。皆さん19時に今台北に着きました。今空港にいるんだけど本当に大事件が発生してて eSIM を QR コードで読み込もうとしたらできなくて1ミリも繋がらないの。どういうこと？でも行く前にそれが分かって待ってやばいできないってことになって、多分原因は別の iPhone で QR コードを1回写真を撮って、その写真を撮ったやつを読み込もうとしたの。1回カメラに QR コードを写したら不可能。もう今私こっから出たら Wi-Fi が使えなくて携帯が使えなくて終わるっていう緊急事態発生してもって手動でできたんだけど eSIM ってさついてからでもできるんだね。しかもさっきさ Netflix でパーフェクトブルーっていうアニメ、ちょっとホラーチックなアニメを見てしまってから結構憂鬱な気分になってたの。しかも一人だしね、なんか気分めっちゃ下がってたんだけどできました普通に。 OK。さっきさインスタグラムで台湾のおすすめ教えてくださいって言ったら台湾住んでる人めちゃくちゃいるの、私のフォロワーの子に。多分日本人で台湾留学したり台湾行く人結構多いんじゃないかなって思う。どっち？メトロ、はいこっちです。でしかもねこのね台湾のいいところはコンセントが日本と一緒なの。だから私香港でヘアアイロンが使えなくて憂鬱になってたんだけど多分台湾では使えるはず。じゃあもう本当に20時最悪。まだなんでこんな遅いの。私のスーツケースストッパーついてないから今本当に危険、ありえない状況になってる。香港で銀行でやらかしたので超慎重に現金を下ろします。そしたら私の銀行のカードが ATM の中に入ったの。みたいな。レートとかはどうでもいいんです。まずクレジットカードを入れろってね。またクレジットカードが中に入ったら終わる。日本語にできるわ。来た。できました。まあいや、とりあえず現金をゲットしたのでもう無敵です。忘れ物ある？忘れ物ある？カードある？はい、ある。1時間もあるんだけどなんか1時間電車に乗って着きました。香港 T シャツありえないよね。今から初めて台湾の空気を吸いに行きます。ホテル着きました。ビビってます。マジかこのタイプはちょっと初めて。やばい、音が結構する。ここ台湾感動ポイント1、日本のコンセントが使える。本当にこれ神。これはありがたいです。天気がめちゃくちゃちょうどいい。今半袖でちょっとカーディガン持ってきたけど半袖でいけるぐらい。22度とか21度とか。でも天気予報だと明後日から雨なの。私雨女なのってレベルですごい雨に苛まれてる気がするんだけど。
4月の台北は日本の初夏みたいな感覚で、雨も降るし蒸し暑さがすごい感じだった。だからずっと半袖だった。ペペロって韓国以外でも売ってたんだっていう衝撃。見て、これ私がずっと飲みたかったの。アリサンウーロンティー、茶葉が入ってんの。やばくない？ね、車の音する。ホワイトピーチマンゴーグリーンティー。もうこれ名前を見た瞬間に即決で買った。チュンスイタン大先生監修グリーンカレー。上海来てから香港来てから台湾に今いるけど、台湾のコンビニの雰囲気がめちゃくちゃ日本に似てた。食べます。いただきます。美味しい。コンビニクオリティとは思わないぐらい美味しいんだけど、これ多分セブンかな。ちょっと口つけたら明日飲めなくなっちゃうそうだから、これに入れます。一口だけ入れる。振ればよかった。振った方がよかったよね、多分。飲んでみます。美味しい。マジで美味しいんだけど、もしこれ日本にあったら私マジで毎日飲んでると思う。じゃあこちらもアリさん大好き。本当にアリさん大好き。美味しい。おはようございます。騒音問題が大発生しててやばい。こちらのホテルは当日に予約したのであんまり調べずに取ったんだけど、こういうことにもなりますのでレビューをちょっと見た方がいいかも。はい、ということで騒音問題に悩まされながら外に出てきました。この日のコーデめっちゃ気に入ってる。もうこんな感じで外に出た瞬間にこの台湾のローカルな雰囲気を目の当たりにして最高だった。このペイズリーのスカートは上海で買った日本製のスカートです。逆輸入。そしてまたもやローソンに行ってこの茶葉入りのお茶を購入しました。これはもうハマってた。この時もずっと飲んでた。これはチャーイェデンって言って台湾のコンビニどこにでもある卵なんだけど、食べれなかったから今度食べたい。駅近くに市場があったから行ってみたの。市場っていう文化がさ、私の家の周りには1ミリもないから、もう本当に羨ましくて、こういうのいいよね。市場の近くを歩いてたらすっごい行列のお店があって、行ってみたらこれ日本語が書いてあったので、これ読んでみると具がたっぷりの台湾版春巻きのルンビンっていうもの。これは朝ごはんによく食べれるものらしくて、本当にたくさんの人がいたから美味しいんだろうなと思って並んでみた。もうね、すっごい具だくさんでいろんな具が入ってるの。これもう何が何だか分かんないんだけど、キャベツとか人参とかパクチーとかもあったかな、そんな感じ。とりあえず美味しかった。これはね、行った方がいい。でも結構並ぶ。めっちゃ美味しい。食べてみるともう中に具がすっごいあるから噛むたびに味が変わるの。最高じゃない？これね、春巻きって言われてるけど私的にはもうブリトーって感じだった。ピーナッツ粉がね、甘いのがアクセントで美味しい。台湾の料理って甘いやつ多いよね。このでかさで日本円で266円。見て、これがチケットなんだって。びっくりした。何言ってた？なんかカードを当てるところにこれをやればいいらしい。やってみます。面白いねこれ。なんかおもちゃでできたのかと思った。返金されたやつが間違えてこのなんか偽のコインが出てきて下げられたのかと思ったら違った。だって切符とか言うから紙かと思うじゃん。違かった。はじめにチュンさんっていうところに来たよ。古い建物をリノベーションしておしゃれなショップが集まってる路地があるの。ここら辺ね。ここがすっごい最近人気なんだって。お洋服屋さんもあるしカフェもたくさんで、街の雰囲気がすっごい良かったの。今マップを頼りに歩いたらありえない路地に連れて行かれてるんだけどさ、私今迷ってんのかな。
それすらもわからないみたいな感じです。古着屋さんに来ました。ここはねマップに載ってないから結構難しいかも。韓国のブランドも結構置いてある。おすすめしてもらってきたんだけど、もうマジで可愛かった。このレディースの柄物が結構多くて、もうそれがすごい良かった。みんなもぜひ行ってみて。ネットでも買えるっぽい。台湾の友達もおすすめしてた。買った。めっちゃ可愛いの買った。今さ普通に歩いてたら YouTube やってますかみたいなこと言われて、見てますみたいなで、写真撮ってくださいみたいな。台湾でみたいなね、ここどういう道やばいかも。これ当たっちゃいけない道わかんない。台北を歩いてて思ったことは、緑がすごく多いなってこと。なんかね、建物と自然がもうセットで融合されてる感じだった。もうね、そこら辺のベランダからたくさんの緑が生えてたりして、自然と共存してる感じがすごい好き。パーストアっていうところに行ってきたよ。日本含めてアジアのサブカルがもうギュッて詰まった感じの面白い雑貨がいっぱいあった。こういうポスターもすごい可愛かったし、なんかたまに高円寺とかって日本じゃんみたいな。他にもレコードとかジンとかアパレルとかもあって、なんかごちゃごちゃした感じが好きな人は絶対好きだと思う。充電するスペースなんだけど最高じゃん。次はドンモンっていうところに来たよ、ね、ここでさディンタイフォンあるとか言って撮ってたんだけど、これ本店だったらしい。台湾行ったら絶対みんな行けみたいなとこなんだけど、私は今回行くの忘れたんです。だからも悔しいです駅前は賑やかだけど、ちょっと奥入ると昔ながらの市場とか落ち着いたカフェとかもあって、生活感もありつつちゃんと楽しめるような感じ。もう散歩が楽しい。とりあえずね、こういうね建物とかが見るの好きなんだよね。歩いてたらお土産ショップ見つけたから入ってみた。結構日本語も書いてあったりして、日本人の観光客も多いのかもしれない。これさ台湾っぽいからビビットがね可愛いんですよね。はいとか言って買ってなかったけどね、ここいいと思う。おすすめ。結構いろいろあった。かき氷が食べたくてついにかき氷屋さんに入りました。このお店はねお隣が有名店で大行列だったんですよ。だからこっちにしてみたの。色も可愛いしなんか今道歩いててランダムにかき氷屋さんに入ったんだけど、結構いい感じだから見せます。見て普通にサイズでかい。これで800円とか。美味しそう。しかも前がもう道、光でわかるでしょ。夏ぐらい暑いんだよね。めっちゃ暑い。いただきます。やばいっす。マジでうまい。もうマンゴーが大きいし、てか普通に深い。待って、めっちゃ深い。もうここまで入るの。こんな。もう知覚過敏でさ、今歯が痛いです。日本だったら多分これの2分の1のサイズで1300円するの。絶対する。結構席広いし外だから気分もいいし、あんまり人いない。飲んでる人いないから。私本当にマンゴーが大好きだから、台湾はねマンゴーが本当にたくさんあるの。もう全てのスイーツにマンゴー味があるよねってくらいマンゴーがいっぱいあるから、このかき氷もマンゴーがゴロゴロ入ってるのがすっごい美味しかった。ここのお店の名前がタロエモキングだったから、タロエモのかき氷も美味しいんだと思う。それは食べなかったんだよね今回。ここの店の目の前がなんか日本のお菓子めっちゃ売ってるね。まだこんなにあるよ。私10分食べ続けてたのね。タピオカとか飲んで行こうと思ったんだけど、お腹いっぱい。マンゴーのかき氷でお腹いっぱいになるとは思いませんでしたけれども、お腹いっぱいですので行きます。めっちゃでかいね。なんかレビュー見たらお花とかじゃなくて葉っぱが多くて本当に森みたいな感じみたいなことが書かれたって気がする。大安森林公園っていうところに来たよ。
ここは台北のセントラルパークって呼ばれてるぐらい大きな都会のオアシスなの。犬の散歩をしてる方も多くてもすっごい平和だった。あとね、リスがすっごいいるの。リスって私東京で見たことなくて、こんなに道に普通にいるんだって思ってすごいね見ちゃった。都会の公園とは思えないぐらい動物がたくさんいたの。バードウォッチングが好きな方はぜひぜひ行ってほしい。いろんな種類の鳥がいてね、ここなんか池、そこ湖みたいなのがあって、その上に鳥がたくさんいたの。私の中学の先生がバードウォッチング好きだったんだけど教えてあげたい都会の公園って言ったらもっとなんか整備されてるようなイメージだけど、ここは森林公園っていうだけあってもう森本当に森って感じだった。それがすごいんだよね。こんなに自然豊かなのに隣にはビルがあるの。朝から行くと太極拳をしてる人がたくさんいるんだ。朝から飛び入り参加すればよかったって今も思ってますまた駅を変えましてこちらにやってきました。ここはカフェとかアパレルショップとか結構ねいろんなお店があったかな。ここのこういう屋台もあって食べたかった。でもなんか夜ご飯近いからやめた街中すごい可愛くて、歩いててこういう古着を見つけたので行ってみました。めっちゃ可愛かった。ここでここのねこの左のネックレス買いました。竹野内豊さんを見たい方はぜひ行ってみてくださいこういうのがやってる。夜は夜市に行ってきたよ。もう台湾といえば夜市って感じだから絶対に行きたくて行ってきたの。ここの名前はラオフ夜市といって一本道にずらーっと屋台が並んでる感じ。シリン夜市っていうもっと大きくて有名なところもあるんだけど、そっちは結構観光客に人気で、ここはもっとローカル感強めな感じなんだって。 I'm gonna introduce my friend. Hi!ということで台湾人のヘーゼルちゃんと合流しました。私は結構ローカルの人と遊ぶのが好きで、その方がさその地域のいろいろなことを教えてくれるからいいなと思ってるの。だから今回の旅でも結構そういうことしてた。とりあえず胡椒餅というものを食べました。私胡椒餅初めて食べたんだけど、これは台湾の名物なのね。もう本当に美味しい。八角の味がすごい美味しい。てか八角にハマった。But again 胡椒饼。胡椒餅。So crunch 黒胡椒で味付けした豚肉とネギがたっぷり入ってて肉まんみたいな感じもです。絶対食べてください。肉のハナマサに行ったら売ってたから買いましたそれぐらい好き。これはキューキューボールって言ってさつまいもを揚げたやつなの。キューキューっていうのはもちもちって意味なんだって。もうね歩いてるだけでたくさんの食べ物があってもう誘惑されっぱなし。全部食べたいなって思ってた。しかも値段もそんなに高くないのがいいところだよね。台湾特有の赤ちょうちんや屋台の明かりが幻想的で、どこかレトロで異世界っぽいのがすごく好きだった。ジブリの千と千尋の神隠しでお父さんとお母さんが豚になって屋台の前でご飯食べるシーンあるじゃん。まさにあんな感じだった。本当に美味しそう。全部見て、これ初めて見てびっくりしたんだけど、パクチーが入ったアイスクリームのクレープなの。クレープ生地にピーナッツとアイスクリームとパクチーを乗せてくるんだスイーツなの。パクチーをスイーツとして食べるのって感じで初めびっくりしたんだけど、酸っぱいのと甘いのが一気に食べた感じだった。もう不思議すぎて。全部マラ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 。私たちはこれを食べます。臭豆腐。豆腐いただきました。いただきます。この時初めて臭豆腐を試したけど分かるんだけど食べたら外はカリカリで中はふわっとしてて、匂いの割に全然あんまり匂いしなくて意外と美味しいんだよね。臭豆腐単体で食べるとまあ結構匂いきついから苦手な人もいると思うんだけど、この臭豆腐の隣に漬物が置いてあってそれと一緒に食べるとなかなかいい感じですよ。おやつで食べることが多くて夜ご飯に食べることはないらしい。でも私たちは今食べてます。おおA little bit sweet. Yeah. He is everywhere. I've never 私が見たことないドラマを彼女は見てます。But the actor, both actors really popular and famous in Japan. No inside. No inside.
ちょっと眠すぎてやばいです。ね、台湾の蚊問題大発生してて、30度とかだよ。やばくない？めちゃくちゃ蚊に刺されて、本当に痒くて苦しい状況が続いてます。はい、今日の購入品を一瞬で紹介します。ターコイズブルーの色が完全に私が今ハマってる色なので、こういうなんか花柄みたいなやつがすごい好きで、そしてこれこのパックはちょっと見たことないけど、まあなんか保湿って書いてあったし、あ、いいじゃんいいじゃんと思って買った。ユニクロでこのここまでのここが空いてるタイプの靴下と、あと普通の靴下も以上、あとご飯、お菓子、これが何かわからないんだけど、ロビーでたくさん置いてあったからこの2つ持ってきた。ナイトマーケットで食べ損ねたお芋の揚げ物、これさ、もう作る時すっごい力必要そうだったよ。ずっとこういう感じでっかい、多分これを作る専用の鍋みたいなやつでやってるんだけど、男の人がやってたんだけど、結構ムキムキな絶対に力あるよねっていう人がやってたんだけど、それでもう彼もなんかジャンプしながらやってて、みたいな、そんなに力必要なの？ありがとうございますって感じだった。これのサイズは結構大きいじゃない？これは大きすぎるらしいさつまいものその素材の味がするのがすごい。これはもうちょっとちっちゃいんだと、普通はこのぐらいでもちもちするっていうのをここではキューキューって言うんだって。とにかくいろんなところにね、こういう感じでもうギザギザギザっていう感じで、効率とか考えずにすごいいろんなところ行きまくったけどそれも楽しくて、じゃあ私は今からメイクを落として眠ります。じゃあおやすみ。おやすみ。おはようございます。今ありえない音で目が覚めました。今日の天気は感じでもなんか湿ってる感じがあるから雨降りそう。このトップスは昨日買ったやつ、もうマジで可愛い。車通りやばいんだけど、今から行く場所は街並みがすごい伝統的で、で今もちょっと片鱗見えてるんだけど、こういうなんか赤いレンガみたいな建物がすごい綺麗で、アートもたくさんあってすごく楽しいから行ってみてって言われて、ここから私のホテルから20分ぐらいかな、そのぐらいだったの。だから行ってみます。昨日のスケジュールがもう着いたばっかで何も決めてなさすぎて、しかもなんかすごい疲れてたからぐちゃぐちゃってなったんだけど最後の夜市で人と会ってから元気が復活して、今日はすごい調子いいです。はい、こんな感じ。まっすぐ行ったら着くらしい。これめっちゃ有名らしい。今ランダムに歩いてたの見つけたから買います。ここはタピオカ屋さんでウーシーランっていうもの、とりあえず台湾に行ったらこのタピオカを飲んでくださいみたいな声がすごい多くて、とりあえず行ってみた結構ね、いろんなところにあるチェーン店なんだけど、タピオカもすごい安いしメニューもたくさんあるし、とにかく良い。ここで頼んだ時はね、カード使えなかったからキャッシュじゃないと難しいかも。じゃあ50嵐絶対やめ方違う。これはもうなんかみんなとりあえず台湾来たらここ行けみたいなこと言われて行きました。でこれの味はナンバー2人気のミルクティーのなんかタピオカのサイズがスモールとビッグがあって、これは大きいやつ。1つ220円って。日本だったら学割使っても220円にはなりません、絶対。私この旅でもう何杯飲んだかわからん。ティー飲んだりフルーツティー飲んだり、昨日も初めてパパイヤミルクっていう飲み物を飲んで、パパイヤのフルーツは知ってたけど飲み物飲んだことがなくて、それも美味しかった。なんかバナナに似た感じの味がした。南国系のフルーツがすっごいたくさんあるから、塩フルーツとかもそうだけどたくさんのフルーツのジュースがあるし、こういうミルクティーもあるから、本当に毎日2杯飲んでも足りません。3杯ぐらい飲みたい。うわー、超ローカルな雰囲気。何ですかこれ。
でも私が一番大好きな雰囲気はこれ。完全にこれ。あ、ウバ。待って。ありえないぐらい暑くてやばいんだけど。真夏すぎてマジで困惑してるね。この鳥初めて見たんだけど、この足が黄色い。台湾ってさ、なんであんなバイクが多いのって最初びっくりするの。もうこの時もすっごいバイク通ってて、でも台湾の生活の一部なんだよね。信号待ちとか交差点とかでバイクがわーって集まってくるのすごい感動する。日本で全然見ない。ここのスポットはバイクが有名なところなんだって。もうさ、日本だったらここ走っていいんですかっていうところも台湾では普通に通ってんの。台湾の文化だなって思った。建物の感じがさっきと全然変わってきた。もう超ローカルな感じ。これ何？ニンニク？台湾の匂い。みんなここ来た方がいい。もう見て、私の今の目の前ですけど、もうね、歩いてるだけでさ、この感じな、このザ・台湾の感じ。歩いてたらお土産屋さんがあったから入ってみた。ここの通りはこういうね、伝統的なお土産屋さんみたいなのがすごいあったから、台湾雑貨が好きな人は絶対好きだと思う。ここはディーホイジエっていうんだけど、伝統的な街並みがすごく残ってて、赤レンガの建物とか漢方屋さん、布屋さんとかがギュッと並んでるの。もう歩いてるだけでタイムスリップした感じ。ここは杏仁茶って言って温かい温度風味の飲み物の専門店。メニューは杏仁が中心で豆腐とかもあった。ここで朝ごはん食べます。この豆乳と揚げパンをなんか一緒に食べるのが有名じゃん。だけどそれやったことないから今からやってみます。これは60、300円ぐらいだった。見てかわいい。かわいい。いただきます。待って、めっちゃ美味しい。多分杏仁豆腐の味と豆乳が混ざった感じ。めっちゃ美味しい。信じられないぐらい暑いから、もう30度とかなの。食べてみます。いただきます。パリパリタイプのやつ初めて食べた。味が本当に好き。多分なんかぶつけたりして食べるのがおすすめっていう、そういう声もたくさんあると思うんだけど、私的にはもうこのまま食べるのが好き。この味が好き。もうね、台湾の朝ごはんの文化がすごい好き。台湾の朝ごはんの専門店、朝ごはんの専門店みたいなのが住宅街の至る所にあるから、すごくカジュアルにみんな食べてるんだよね。それがすごいいいよね。昨日食べた胡椒の餅が美味しくて、さっきなんか適当に道歩いてたら見つけたの。肉がでかすぎる。なんか昨日より肉がめっちゃ詰まってて美味しい。台湾の街を歩いてたら大体どっかに屋台があるんだけど、その文化羨ましいよね。日本にももっとなんかカジュアルな屋台とかあってほしい。夜とかにもあってほしいし、日中も欲しいし、とりあえず屋台欲しいよね。こういうさ、道に歩いてるみたいなエモ映像を撮ろうと思ったんだけど、普通になんか歩ききってもないっていうね。やばい、この道めっちゃ綺麗。全部が綺麗。植物がたくさんある、本当に。食べ物がたくさんあってやばい。豆2つがとにかく死ぬほど売ってる。でも私ちょっとあんまりナッツとかあんま好きじゃないから全部素通りしてるんだけど、それとかな、干しエビだって。干しエビなんか道でかくなった。あ、干し
次のテーマで時間があったので美術館に来ました。結構近くにあった。でここは現代アートがいっぱいあるやつらしい。でロッカーにバッグをこんな感じで入れてビデオと写真は OK らしい。Let's go。時間があったから近くの美術館に来てみたよ。ここはもともと小学校だったんだって。だから建物の作りがもう本当に小学校、タイムスリップって感じこの美術館は現代アートでもう天井からなんかぶら下がってたりとか、こういうなんか映像、壁一面にプロジェクションマッピングみたいなのがあったり、もう美術館の中で前がこれ何このライトのやつとかね何これっていうものがすごい多くてね、めっちゃ面白かった。アートに詳しくなくてもただただ面白いとか変わってるとかなんか好きっていうなんかフィーリング、気持ちで感じるようなもの、これとかもなんか洗濯機が動くみたいな、もうそれだけで十分楽しめる場所だと思う。ここの通りにすごい素敵なセレクトショップがあって、このリングを買おうと思ったの。そしたらこの右のやつは5000円ぐらいで、この左のやつ、私が欲しいと思ってたやつは2万円しました。高すぎるね。まあしょうがないんですけれども、なので私は5000円のやつ買いましたここのお店すごい可愛かった。ここから歩いてすぐにある市場があるんだけど、ここはもう布全部、このビル全部布みたいなところで、赤レンガの建物の中に伝統柄から韓国とか日本の生地までもぎっしりこんな感じで全て布なの。すごくない？初めて見た。でこの布屋で見つけたのがフェイクキティちゃんです初め本物かと思ったけど花あるからこれフェイクらしい騙された。ありえない日本語が書いてあります。台湾でプリを取ろうってなって、もうめちゃくちゃ歩いて意味わかんないところにあったの。ここがまずショッピングモールのなんかよくわかんない階のちっちゃいところにあったから、みんなレッドとかで検索して見つけてほしいんだけど、これのね日本語で見て、本当に鳥肌立つ。存在しない日本語がランダムにくっついててすっごい鳥肌なの。マジで何の言葉っていう意味もない言葉だらけみたいな感じ。雑誌の名前はたまにあってたりするの。でももう見たことない防具のフォントとか使ってて、どういうことっていうのがもう全部。What's your name? Hi, I'm Jolene. Jolene. Yeah, we're gonna take. We're picking 22, right? And it's too much, so. ということで今からプリクラを撮るんですけれども、このプリクラすごい台湾仕様で、前のフィルターと後ろのフィルターがあって、それぞれ11個ずつ選んでも組み合わせないといけないの。やばくない？量が多い。だから22個選ばないといけなくて、このクリアファイルもなんか4冊ぐらいあったんだけど、その中から選びまくりました。もう結構大変自分好みにカスタマイズできるのはすごい楽しかった。信じらんないぐらい時間をかけたことでもすごい可愛い仕上がりになりました。見て、こういうプリクラ日本にないじゃん。日本のやつもね漏れすぎ。こういうなんかナチュラルな方が好き。ナチュラルではないけど、このプリクラだった。For make money? Yeah. グアバジュースですけど、カルピス。この店はちょっとローカルバイブすぎて最高。グアバ燻製祭で、このグアバジュースもなんかいい感じで美味しい。とりあえずローカルなところに行きたいというリクエストで友達が連れてきてくれた場所なんだけど、もうこれ私が求めてたやつこれですよ。この上に扇風機がある感じとかも最高ね。見て、これもう完璧。私が求めてたやつこれ。こういうなんか地元の家庭料理みたいなやつが一番美味しいよね。この並びよ、もう最高。輝いてますこの甘辛いやつすごい美味しかった。名前なんて言うんだろう、わかんないんだけど、これをピリ辛の豆腐みたいな感じ。これも美味しかった。この台湾風の醤油焼きそばみたいなのがすごい美味しかった。ちょっと甘めな感じかな。やっぱ台湾料理食べてて思ったのは、日本よりもちょっと甘めな、甘辛みたいな感じの味が多かった。これは牛肉のオイスター炒めみたいな感じだったかな。オイスターソースってさ、もう炒めたら全部美味しくなるよね。台湾のオイスターソースの味結構好き。はい、これは空心菜です。空心菜炒めっても大好き。ニンニクたっぷりで炒めたシャキシャキの感じすごい好きです。台湾の定番中の定番で、屋台でもレストランでも必ず一品あるらしい。私のお家でもよく出るんだけど、台湾とはなんか違った味が、やっぱ多分調味料とか違うんだと思う。 Oh, your home. Oh, your dad. Also good. Yeah, I really like it. Too spicy. I think there's like some chili. Yeah.
ご飯食べてたら突然外がもう大豪雨、台風みたいなことになってて、スコール雨みたいなことになってたの。台湾の天気は結構雨が多いらしくて、特にこの季節は雨が多いんだって。だからもうめっちゃ土砂降りだった。びっくりした。もうなんか店揺れてた、そのくらい。Really? Yeah. Oh my god. It's marshmallow. And it's What is this? like marshmallows and Russian soft candy? お菓子もらったの。これは台北にあるミンシンっていうパン屋さんのロシアのお菓子っぽいマシュマロとくるみのスイーツなんだって。これすごい有名らしいの。なんか特別な時に食べるお菓子らしい。この名前がロシアンキャンディーって言って、マシュマロよりもちょっと弾力があってもちもちしてる感じのものに香ばしいくるみが入ってるの。甘さは控えめで上品な感じかな。I have like so it's just like boring. 今日可愛いやつ買ったからみんなに見せる。で買ったやつがまずこれはリング、これはロングわかんないこのお店のもので、このリングすっごい可愛くて、この多分ね全部違う柄だったの。私の友達も同じやつ買ったんだけど、種類は一緒だけど全部少し違った感じ。ディティールがすごい好きだったから買ってみた。でもなんかこれ日本っぽい、日本な感じするよね。なんか私ずっとこういうセンスが欲しくて、普通に夏道でこうやって仰ぎたいし、あれなんかネックレスが消えてる。こっちがピンクでこっちがグリーンの感じがすごい好き。めっちゃ可愛い。今の台湾は昨日より暑くて、いい加減にしてということでこれを買ってみました。こうやってずっとこうやってここだけ食べる。これさ、お、こうパックみたいになってる。見て出てます。なんか粉がさ出てきそうだよね。これこういう感じです。私の手は綺麗なので手で食べます。おお、なんかいい匂い。ちょっと待って、私のメイク大丈夫だよね。ほら、美味しい。あれこれ何の味だろう。とにかく美味しいんだけど、なんかシナモンなの。食感がナッツとマシュマロが同時に来る感じも面白い。プリクラじゃないのこれ。何これも撮ったんだけど、もう全部ガチで意味不明な日本語が羅列してあって、読めない漢字、ネヘホ、ラブ&ライブ、上いけたせ、何一つ分からなくてマジで怖いんだよね。そんな感じで今日もすごく楽しい一日を過ごすことができました。明日は最後の台湾の日だから明日豆腐を食べに行く。私はローカル系の場所が好きだから、そのザ観光地みたいなやつは全く行ってなくて、ここに行きたかったの。40分とか1時間ぐらいかかる結構遠いところにある場所なんだけど、ここは海が綺麗で人もあんまりいなくてすごく綺麗な場所なんだって。次台湾に行ったら行こうかなって思う。上海と香港行ったけど一番日本人の観光客が多かったイメージ。本当になんかちゃんと旅行っていう感じだと一番日本人が来やすいかもしれない。なんか日本語多かったしね。多分日本の観光客が結構来てると思う。値段もすごく安いし、日本の方もたくさんいたから、なんか旅行しやすいかなって思う。そんな気がしました。一番ちょっと旅行っぽかった。今までは結構もう生活みたいな住んでるみたいな感じだったけど、どっちにも違い良さがあるけどね。生活するのも大好きだけど、まあ、旅行みたいなのも好き。どっちも好きか。みんな好きな方に行ってください。バイバイ。なんか光がない顔に今日は最終日なんだけど、めっちゃ暗くちゃう。ちょっと待って、めちゃくちゃ雨で最悪です。暗い。私が行きたい店はここをまっすぐ歩いたら着くらしいから行ってみる。こんな感じ。でも今日雨だからかわからないけど、あんまり人いないからラッキーかも、逆に雨すぎる、普通に考えて。今トーファの店をね見つけたんだけど、ちょっと狭くて一回通り過ぎてもう一回戻るんだけど、その隣にヌーローハンでめっちゃ美味しそうなお店もあって、だから2個行こうかなみたいな感じ。
こは台北駅から徒歩10分前後のところで、もう本当に路地、すごいちっちゃいお店なんだけど、ここ名店なんだって。私はルーローハンに後付けで半熟卵乗せてみた。なんか ASMR 配信者みたいな、口だけのところみたいになってる。すごいね、店内狭くて撮るのに苦労しましたが、食べます。ここだけ見たら卵かけご飯食べてるみたいになってるけど、はい、食べました。美味しいよね。わかるよ、美味しいんです。これはしっかりと濃い味だけど癖がなくてすごく食べやすかった。私の好みのルーローハンでした。私ルーローハン日本でも食べるぐらい大好きなんだけど、日本のルーローハンは八角とか中華調味料の香りが弱いところが多いと思うのだけど、ここのお店はね、しっかりした味付けだからもう香りがすごかった。お肉はしっかりとトロトロに煮込まれていて、脂身と赤身のバランスもちょうどよくて最高でした。卓上に何かしらの調味料があったからかけてみた。多分辛いやつかな。これの他にもなんか黒酢とか醤油とかそういうのもあった気がする、確か。ここの店内はちょっと狭いのと相席もあるからね、女の子一人で行くのちょっと勇気いるかもしれない。私は2回くらい通り過ぎて意を決して入りましたでも店員さんがすごい優しかったからよかった。あととにかくルーローファンが美味しいから、食べたい人は食べてみて。これ合計で245円ぐらいだった。信じられる？やばいよね。もっと頼めばよかった。そして最後の最後に豆腐を食べることに成功しました。これはトッピングがタピオカとピーナッツとユーユエンってやつ。このお団子みたいなやつでタロイモやさつまいもを使ったもちもちのものなんだって。そしてこちらなんとお値段見てください、200円です。そうでしょ、こんなトッピングしたのにみたいなね。豆腐の控えめな甘さが優しくて最高だった。もう激安だし、もう絶対行って前回ね、香港 Vlog 同様ローカルなパン屋さんにも行ってみた。ここはクッキーとか他のお菓子もたくさんあって美味しかった。帰ります。ということで、これにて台湾旅終了です。皆さんは台湾行った気分になれましたか楽しめてるといいな。台北はとにかくご飯が美味しくて街も素敵で人もあったかくてすごく楽しかった。次行ったらもっと大食いしたいです。もっと食べたいご飯いっぱいあった他にも香港 Vlog と上海 Vlog があるから、よかったら一緒に見てみてね。そしたらもっと旅が楽しめると思います。じゃあありがとう見てくれて、また次の動画で会おうね。バイバイ。マンゴーは若干凍ってる。なんか生のマンゴーと凍ってるマンゴーが混ざってる的な感じな気がする。